学校のチャイムが鳴った瞬間、誰よりも早く教室を飛び出していた人いませんか？あの頃は勉強よりも、今日は何して遊ぶ？空き地に行けばみんなもいるから、みんなで缶蹴りにする？昨日もやったから今日は野球にしよう。そんな会話をしながら、宿題のことなんて頭の片隅。明日のテストよりも夕暮れまで思いっきり遊ぶことが一番大切だったあの頃。家に着くとランドセルを玄関へ放り投げ、行ってきますと一声だけ残して再び外へ飛び出します。友達と約束なんてしていなくても、空き地や公園へ行けばいつもの仲間が必ずいる。あの頃は毎日ワクワクしていましたね。友達が自転車を買ってもらったというので、見に行くと欲しかったスーパー自転車だった。当時で5万円以上もする高級自転車、たくさん自慢をされたな。自転車を手に入れると子供たちの世界は一気に広がります。それまで親と一緒でなければいけなかった街や、初めて見る公園、知らない駄菓子屋まで自転車で夢中になって走り回りました。夢中で遊びすぎて気がつけば見たこともない景色。あれ？ここどこ？帰り道がわからなくなって本気で泣きそうになりましたね。今では迷信とも言われる言い伝えが数多くありましたね。それを当たり前のように信じていたな。夏の夕立で突然雷が鳴り始めると、おへそを取られるぞと大人に言われ、慌ててシャツをめくっておへそを隠した経験がある方いますよね。本当に雷様がおへそを持っていくと信じていました。転んで膝をすりむいた時には、おばあちゃんが傷口を優しく撫でながら、痛いの痛いの飛んでけえとおまじないをしてくれました。その後赤チンつけてました。赤チン懐かしいですね。不思議なことにその一言だけで痛みが少し和らいだような気がしたものです。そして霊柩車が通ると慌てて親指を隠すのも昭和ならではの光景でした。親指を隠さないと親の死に目に会えないと言われ、親指を隠しぎゅっと握りしめたりして霊柩車が通り過ぎるのを待っていました。昭和の時代にはそんな少し不思議で温かい風習が子供たちの日常の中に自然と溶け込んでいました。初めて買ったレコードが泳げたい焼きくんだったという人も多いのではないでしょうか。レコードプレーヤーにそっと針を落とし、スピーカーから流れ始める泳げたい焼きくんのメロディーに夢中になり、曲が終わるたびに何度も針を戻しては繰り返し聴いていました。気づけば何十回何百回と聴き続け、歌詞を覚えて家族や友達と一緒に口ずさんでいた思い出があります。やがてラジカセやラジオが身近になると、お気に入りの音楽番組を聴きながらカセットテープに好きな曲を録音することが新しい楽しみになりました。 DJ が曲紹介を終えるタイミングをじっと待ち、今だと録音ボタンを押す瞬間はまさに真剣勝負。曲の途中でアナウンサーの声が入ってしまったり、録音ボタンを押すのが少し遅れて曲の最初が切れてしまったり、それもまた当時ならではの思い出でした。あの頃、近所の大人たちは親同然でした。悪いことをすれば自分の親ではなくても遠慮なく本気で叱られたものです。空き地で夢中になって野球をしていると、打ったボールが何度も近所の家へ飛び込んでしまいます。取ってこよう、そう言って家の人に見つからないようこっそり庭へ入った瞬間、こら、勝手に人の庭へ入るんじゃない、大きな声で怒鳴られ、慌ててボールを抱えて逃げたこともありました。秋になると実った柿がどうしても美味しそうに見えて、友達と一個だけなら大丈夫だろうとこっそりもぎ取ろうとしたところ、何やってる、家の人に見つかりしっかり叱られたこともありました。駄菓子屋で買った爆竹を空き地で鳴らして遊んでいると、うるさい、危ないからやめなさいと近所のおじさんが飛んできて、遊びはそこで終了。夢中になって遊んでいるうちに日が暮れても帰らず遊んでいると、もう暗くなるぞ、早く帰りなさいと近所のおばさんに声をかけられ、しぶしぶ家へ帰ったものです。さらに細い塀の上をバランスを取りながら遊んでいると、
落ちたらどうする、降りなさいと大人たちに叱られることもしょっちゅうでした。当時は煙たく感じていた近所の大人たちの小言も、今思えば全て子供たちの安全を心配してくれていたからこそ。あの頃、家にエアコンなんてありませんでした。真夏の暑さをしのぐは扇風機。一人で扇風機を占領できる時は最高だったな。アイスキャンディーを頬張りながら扇風機を強風にすると、暑さも吹っ飛び気持ちよかった。扇風機に向かい、我々は宇宙人。これ皆さんもやっていましたよね。冷房が効いた身近な場所といえば図書館でした。暑い夏の日になると友達と図書館へ向かいます。中へ入るとまず向かったのは冷水器。キンキンに冷えた水をごくごく飲むと生き返ったような気分になりました。その後は本を読むつもりで席に座るものの、実は涼むのが目的。ページをめくりながらできるだけ長く冷房の効いた館内で過ごしていました。あの頃はテレビに釘付けでしたね。毎日好きなアニメありました。お化けの九太郎、秘密戦隊ゴレンジャー、タイムボカン、ド根性ガエル。翌日学校では昨日のテレビ談話で盛り上がったな。見ていないと話についていけず、昨日見てないのなんて言われることもあるので、人気番組は絶対に見逃せませんでした。当時はまだビデオデッキが家庭に普及しておらず、録画して後から見ることもできませんでした。だから好きな番組の放送時間はしっかり覚え、放送が始まる前にはテレビの前に座って夢中になって見ていました。コンビニや大型スーパーがまだ少なかったあの頃、買い物といえば近所の商店街でした。商店街へ行けば大抵のものは何でも揃いましたね。そして心待ちにしていたのが月に一度の縁日です。商店街にはたくさんの屋台が並び、何を買おうかなと悩む時間が楽しいひとときでした。さらに商店街にはちんどん屋がやってくることもありました。気がつけば友達と一緒にその後をどこまでもついて歩いていました。空き地へ行くと友達と廃材や段ボールを集めて夢中で秘密基地を作っていました。木の板を組み合わせたり段ボールで壁を作ったりと、ようやく秘密基地が完成した時の達成感は今でも忘れられません。基地の中では駄菓子を食べたり漫画を読んだり秘密の話をしたり、そこは子供たちだけの特別な空間でした。でも一番ワクワクしていたのは秘密基地で遊ぶことよりもみんなで作っている時間だったような気がします。完成した瞬間は嬉しいのに、不思議とその後は少しだけ物足りなく感じていた気がしますね。縁日で50円のひよこを買ってもらったのもあの頃ならではの思い出です。家へ帰ると段ボール箱に新聞紙を敷いて小さな家を作って大切に育てていました。最初は手のひらに乗るほど小さかったひよこも、毎日世話をしているうちにいつの間にか立派な鶏へと成長。やがて外で飼うようになると、毎朝コケコッコーという元気な鳴き声が目覚まし時計代わりになっていました。また空き地で捨てられた子猫を見つけることもありました。家で飼いたいと思っても親からダメと言われることがほとんど。それでも諦めきれず、友達と少しずつ餌を持ち寄ってはみんなでお世話をしていました。学校が終わると真っ先に子猫の様子を見に行き、今日は元気かなと心配する毎日。あの頃は小さな命との触れ合いを通して自然と優しさや命の大切さを学んでいたように思います。現在に比べ不便でアナログな時代でしたが、毎日楽しいことを考え工夫しながら遊んでいましたね。あの頃毎日のように遊んでいた空き地はいつの間にか住宅街へと姿を変えました。夏になると友達と涼みに通っていた図書館も今ではマンションが建て並び、当時の面影は残っていません。思い出の場所は少しずつ姿を変えていきましたが、そこで笑い走り回り夢中になって遊んだ記憶は
今でも色あせることはありません。景色は変わっても、あの頃の思い出は私たちの心の中でずっと生き続けています。最後までご視聴いただきありがとうございました。